小林誠と申しまして、プロデューサーをやっております。でヒストリアが、ゲームと非ゲームとあって、僕らは、非ゲームの方のプロデューサーをすることが多いです。ヒストリアエンタープライズの方では主に自動車業界、あとは建築業界、あとは放送業界、製造業、そういった業界で、リアルタイムコンテンツを作成しております。そうですね、会社としてはヒストリアが母体になっていて、ヒストリアエンタープライズは非ゲームを専門としたチームの名前となっています。我々が自動車業界が一番ウェイトが大きいというところで、自動車業界向けにはいろんなお仕事をしていて、でちょっとこれは秘匿性が高くてあまり具体的なことはお伝えできないんですが、社内で技術デモというものをいくつか作っていて、それが主に自動車業界向けになっています。で、その中にフーディニを活用した都市生成のデモだったり、あとは自動車の物理挙動を伴った形で走行パスを引くだけで挙動を伴った形で走れるようなデモンストレーションをこれまで発表しております。で、最近ではJAXA さんとの共同研究で、月面の環境の構築っていうところを追求再現しているようなことをやっております。で、シミュレーションのための環境構築というような形で、地形の起伏、岩石の分布だったりっていうところの、環境再現と、あとは太陽光を考慮したライティングの再現、あとは物理挙動をビジュアライズしていくという、この辺をシミュレーションするための環境を作っております。松田純也と申します。で 3D アーティストをやっています。フーディニを選んだ理由としては、何千キロっていう広い月の中を作らないといけないので、仕組みさえ作ればどこを選んだとしても地形を再現してメッシュとして生成することができるからです。提供されているデータとしては NASA や JAXA が公開しているデータと地形についての論文です。で最終出力はアンリアルエンジン上でランドスケープやメッシュとして出力しています。このプロジェクトは自分が初めてフーディニを用いたプロジェクトです。会社としては以前から先輩方が使われていたので、先輩に聞きながらだったりとか、佐々木先生の書籍などで勉強しながら、自分一人で月面のプロシージャル生成のプロジェクトを作成いたしました。今回作成したデータをアンリアルエンジンに持っていくんですけど、様々なデータを作成しました。近景用のランドスケープだったりとか、円形用のスタティックメッシュ、あと物理シミュレーション用のランドスケープも作成しています。これらはフーディニエンジンでアンリアルエンジン上にインポートしたりだったりとか、一部データは自作のプラグインを作成して画像データでインポートしています。フーディニを行った具体的な地形再現のプロセスとしては、まず点群にメッシュを貼ります。でその点群が、一番解像度が高いので点群間が2メートルしかないので小さなクレーターが消えてしまいます。でそこに対して論文だったりとかをベースにイメージでクレーターを合成して学術的に正しい地形を再現しています。そして難しかったこととしては、クレーターの形状の断面図も論文である程度数式になっていて、それをどう再現するかっていうのがかなり難しかったです。ラングルノードでひたすら数式を書いていってなんとか形状できたんですけど、今度はそれをどうランダム、全く同じ形状に見せないかっていうので、いろんなパラメータ使ったりある程度ノイズ合成したりとかで、フーディニを用いることによって月面っていうとても広い地形を学術的に正しく再現することができました。